スノ AI V4.5 プラス登場。ということで早速紹介していくよ。公式の説明によると V4.5 プラスはよりリッチなサウンドになったらしい。そしていろいろな曲生成の方法が増えた。まあこれは後ほど解説するとして、まずは V4.5 と V4.5 プラスを聴き比べようか。4ジャンルの音楽を聴き比べてみよう。足跡は砂に溶け、それでも進化する僕の心から立ち返る未来の空、進化する変わり続ける昨日、進化する僕の心形変える未来の空、進化する変わり続け。 V4.5 と V4.5 プラス両方の生成した曲を聴き比べてみたよ。名前はプラスが増えただけの些細な変化だけど、実際はかなり大きな差があると思う。特にボーカルを含めた楽器の音がより鮮明に表現力豊かになったね。今までのバージョンアップは実装直後は性能が不安定だったけど、 V4.5 プラスは初日から安定しているのも良い。素直に褒められる進化をしたね。それじゃここからは V4.5 プラスで新たに実装された機能を紹介していくよ。まずはボーカルジェンダー。ついにボーカルの男女指定が可能になったはずなんだけど、今のところ全く効果がないんだよね。これ現状だとスタイル欄にメール、フィメールを入れるより効果が弱いからさすがにおかしい。多分不具合だろうと思うから、不具合が治ったら改めて解説するね。次はアドボーカルを紹介しよう。これはインスト曲に歌を入れる機能。アドボーカルを選択して歌詞を入れるだけ。それでインスト曲に無理やり歌が入るよ。無理やりってところがこの機能の問題点で、無理やり入れるから不自然になりやすい。歌詞をしっかり考えて入れないとめちゃくちゃな曲になってしまうことが多いよ。ただ無理やり歌を入れるのは利点もある。本来歌が入らない曲に歌を入れられるんだ。例えば過去の動画で紹介したジャパノイズは歌が入らないジャンル。試しにアドボーカル機能を使ってジャパノイズに歌を入れてみようか。
アドボーカルはこんな風に無理やりインスト曲に歌を入れられる。そしてスタイル欄が有効なのが面白いね。アレンジを加えたりもできるんだ。ちなみに本来の用途を無視してアドボーカルでインストを作ることもできる。この場合はリマスターと似た挙動をする。でもスタイル欄が使える大きな差があるね。アドボーカルはいろいろと遊べそうだからまた別の動画で解説することにするよ。最後に紹介する機能はインスポ。この機能ではプレイリストを選択できてプレイリスト内に含まれている曲にインスピレーションを受けた曲を生成するよ。ペルソナと似たような機能に思えるけど実際はカバーとペルソナの中間くらいかな。まあとりあえず実際に使ってみようか。すべての曲が5拍子のプレイリストとすべての曲がデスメタルのプレイリスト。このプレイリストをインスポしてみよう。こんな風にインスポの効果はペルソナと似ている部分も多いけどペルソナと違う部分もいろいろとあるね。一番大きいのは参照元を複数にできること。今回の動画の BGM はこのチャンネルの今までの BGM を全てインスポした曲だよ。スタイルは BGM1 単語と超単純だけどかなりいろいろな展開をする曲になってるね。私がよく使う楽器がいくつも出てくるし突然5拍子になったりするのも私っぽい。インスポとペルソナ、カバーについてはいずれ詳細に比較しようと思ってるよ。検証が終わったら別の動画で解説するね。また長い動画になりそうだ。ということで V4.5 プラスの紹介は終わり。詳しい解説はまた後日やっていくよ。それじゃまたね。